こんにちは。東映新薬の本井明友です。私たち東映新薬はアガリクスの中でも特別なブラジル産の露地栽培アガリクスを扱っています。アガリクスは免疫の分野で利用されることが多いキノコです。この動画では露地栽培アガリクスがどのようにして免疫力を高めるのかといったメカニズムについてご紹介いたします。ぜひ免疫商材の開発をご検討の際にご参考にしてください。なお、この動画は商品の販売を目的としておらず、一般の方には公開はしておりません。あくまで学術情報としてご紹介しておりますので、あらかじめご了承ください。それでは早速ご説明に移ります。端的に言うと、アガリクスを含むキノコ類はカビの仲間なので、取ることでカビなど敵に対する抵抗力が高まるということなのですが、詳しくはスライドを使ってご説明いたします。それではここからは、アガリクスはどのようにして免疫力を上げるのかといったメカニズムについてスライドを使ってご説明いたします。アガリクスを含むキノコ類はスーパーなどでは野菜売り場などで売られておりますが、キノコ類は野菜ではなくカビなどと同じ真菌類に分類されます。そしてこの真菌類の細胞壁に含まれるのがベータグルカンと言われる成分です。こちらがアガリクスのベータグルカンの構造式。また、こちらは花びらタケといったキノコのベータグルカンの構造式です。同じキノコでも種類が違うと、ベータグルカンの構造式が違ってきます。そしてこちら、右側は病原性真菌であるカビ、カンジダのベータグルカンの構造式です。ご覧のように、アガリクスとカンジダのベータグルカンの構造式は非常に似ているという特徴があります。このベータグルカンの構造式が似ているというのが非常に重要です。それでは、ベータグルカンを飲むとどうなるのかについてご説明いたします。アガリクスに含まれるビタミンやミネラルなどは腸管で吸収されますが、このベータグルカンに関してはほとんど吸収されずに腸管まで到達します。そしてこの腸管には全身の 60% といった非常に多くの免疫細胞がいると言われ、常に外敵に備えています。では、腸管で免疫細胞がベータグルカンを発見するとどうなるのか。先ほど申しましたが、アガリクスと病原性真菌であるカンジダのベータグルカンの構造式は非常に似ています。腸管で免疫細胞がアガリクスのベータグルカンを捕まえると、本来体に無害なアガリクスなのか、病原性のベータグルカンなのか区別がつきません。そのため、免疫細胞は敵、つまりカビが侵入してきたと勘違いして、カビから体を守らなければいけないということで、免疫細胞が活性化されます。その結果、腸管内のベータグルカンや異物のみでなく、全身の免疫細胞が活性化されることで、がん細胞やウイルス、細菌などを攻撃してくれます。ご覧のように、ベータグルカンの主な作用機序は、腸管で吸収されるのではなく、腸管の免疫細胞を刺激して効果を発揮するといったユニークなメカニズムとなっております。今ご説明したメカニズムを学術的にご紹介しますと、マクロファージや樹状細胞など免疫細胞にはデクチン1と呼ばれるレセプターがあります。このデクチン1と呼ばれるレセプターがアガリクスのこの13グルカンに結合することで様々なサイトカインが放出され、免疫細胞が活性化されます。このアガリクスのベータグルカンに関してですが、アガリクスの製品の中には、アガリクスの有効成分をエキスとして抽出した製品があります。しかしながら、ベータグルカンはアガリクスの細胞壁に含まれる成分です。熱水抽出や化学処理を行っても、なかなか抽出することができません。そのため、アガリクスを製品化する際には、エキス化は行わず、乾燥したキノコをそのまま原料として使用した方がいいことが、東京薬科大学の研究で分かっております。その他、アガリクスのベータグルカンを低分子化した製品もあります。アガリクスに含まれるベータグルカンは非常に高分子なため、ほとんど体内に吸収されません。そのため、高分子のベータグルカンを細胞壁破砕や低分子化など、化学処理をすることによって、低分子化して吸収させ、効果を高めようとするような製品があります。しかしながら、ベータグルカンが免疫細胞を刺激するには、ある程度の分子量が必要であることが分かっています。
化学的な処理を行い分子量を下げると、逆に免疫細胞が異物として認識せず、シグナルが入らないため免疫力を活性化することができないといったことが東京薬科大学から発表されています。では実際にアガリクスを飲んで免疫細胞が活性化するのかを検討したデータをご紹介します。こちらは順天堂大学医学部で取った一臨床試験の結果です。露地栽培アガリクスを1日 3g、1週間摂取することでナチュラルキラー細胞が活性化するかどうかを見ています。左側がアガリクス摂取群で、右側がプラセボ群です。アガリクスを1日 3g、1週間飲むことでナチュラルキラー細胞が活性化することが確認されています。こちらはアガリクスのどの成分に抗腫瘍効果があるのかといったことを検討した論文です。東京薬科大学で単眼マウスを対象に研究を行いました。こちらがアガリクスの熱水で抽出した成分で、この中にベータグルカンが含まれると考えられています。ベータグルカンを経口摂取することで、腫瘍のサイズがコントロールに比べて 47% 縮小した。つまり、抗腫瘍効果が確認されたといった論文となっています。最後に、アガリクスを選ぶときの注意点です。アガリクスは栽培方法や産地によって含有成分や有効性が大きく異なります。実際に私たちの露地栽培アガリクスと一般的なハウス栽培アガリクスとを比べると見た目が全く異なります。そしてアガリクスの主成分であるベータグルカンはハウス栽培のアガリクスに比べ露地栽培アガリクスは 1.5 倍多く含まれます。また効果の面では抗酸化活性を比較しますと、一般的な国産のハウス栽培アガリクスに比べて露地栽培されたブラジル産のアガリクスは抗酸化活性が5倍以上といった結果が出ております。アガリクスを選ぶ際にはエビデンスのある私たち東映新薬の露地栽培アガリクスを選んでください。以上、露地栽培アガリクスの免疫増強メカニズムについてご紹介いたしました。ぜひ免疫に関する新製品の開発をご検討の際にご参考にしてください。何かご質問ございましたら、こちらまでお気軽にご連絡ください。最後までご覧いただきありがとうございました。